800トンの砂山を相続してしまったバーケンです。業者ではありません。素人です。砂山移動の動画3本目です。またまたダンプがはまりました。ユンボ素人だった私も操作に慣れてきました。先ほど800トンの砂山と言いましたが、それは相続時点の話です。800トンあった砂山は250万円で業者に大部分を移動してもらいました。残り148トンになっているのがこの映像の砂山です。最後まで業者にお願いしたかったのですが、残り50万円なのか100万円なのか、それ以上なのかはっきりしなかったんです。だから思い切ってユンボの資格を取りました。実はこの砂山、自宅から 300km も離れているんです。なので早朝3時に家出てきました。来るたびに交通費がかかるので、なるべく早く済ませたいのです。この後土砂を捨ててきたんですけど、撮影ミスで映像ないです。すいません。戻ってきてまた積み込みするんですが、前回この水田から出る際にダンプがはまりそうになったんです。水田にダンプを入れるのが怖くなったので、違う方法に変えることにしました。なんとかバケットが届きますが、トラックの位置が遠くて時間がかかります。しかし他に方法がなく、この方法で進めます。トラックがはまるよりはマシです。砂がこぼれ落ちますが、スピード重視でこぼれても気にせず進めます。後でまとめて拾います。ダンプやユンボの操作についてたくさんのコメントをいただきました。今後参考にしたいのですが、この映像はすでに録画済みのものです。簡単な自己紹介です。遠く離れた土地を相続し、そこから始まった私の挑戦を皆さんにも共有したいと思います。未知の作業にも果敢に挑む姿をぜひご覧ください。砂山の相続も大変なんですが、他にも大変なことだらけの相続でした。これまでの映像がたくさんあるので、ご覧いただけると嬉しいです。そうそう、チャンネル登録もポチッとお願いします。今の時間は16時頃です。朝3時に石川県を出発してきました。さすがに疲れてフラフラになっています。砂山の土地で木の板を使わなくなったので、こっちの土地で使います。私は目標を計画するのが苦手。目についたところから仕事をします。後から木の位置を直します。これを二度手間と言います。このシーンいろいろ問題あります。ダンプの後ろの扉、運よく壊れなかったのですが、壊れていてもおかしくないと思います。今回ははまらずに済みました。木の板が割れています。でも鉄板は引きません。多少割れても木の板で頑張ります。ジャブジャブ水たまりで手を洗います。潔癖症じゃなくてよかったです。砂が落ちないので諦めて移動します。ダンプをさっきとは逆の向きに置きました。
雨に濡れたのでカメラが不調です。20分ほど飛ばしました。ダンプの砂は満タンです。ここで溝掃除です。水を含んでいてとても重いです。このスコップではなく、溝に適したスコップを今度持ってきます。もともと泥が少し溜まっていました。なのでそこそこの状態で妥協します。砂山が全部終わった時にはもちろん本格的にきれいにします。映像を見返してみると、かなり土地はドロドロです。わずかな木の板だけでこの土地をダンプで移動するのはもう綱渡りに思えます。何回も車を降りて確認します。雨のせいもありますが、やっぱり素人なので大苦戦しています。ダンプアップ仕掛けましたが、さっき置いたスコップに気がつきました。えい、ぽい、ジャブ。映像を見て気がつきます。ダンプはもう少し前じゃなきゃダメですね。後ろの扉に何回も圧力がかかりすぎて壊れる寸前です。YouTube を編集していると、どこが下手なのか発見します。YouTube をしていてよかったと思える瞬間です。砂がへばりついて落ちません。砂をくっつけたままだと運べる量が減るので、スコップで削ってみます。頑張りましたがダメなので、移動してユンボで削ります。土地はこんな感じになりました。翌日の朝5時半です。ユンボで砂を落とします。それから移動先の土地を慣らすので、ユンボをダンプに乗せます。ダンプを後ろにスライドさせたいので、一度後ろの扉を閉めます。扉を開き、下にしたままだと地面とダンプの間で扉が擦れてしまうんです。泥がついた状態でユンボをダンプに乗せるのは初めてです。滑って乗らないので焦りましたが、角度を変えながら挑戦してなんとか乗りました。不慣れでうまくいかないので心臓がバクバクします。後ろの扉ですが、閉めるのが面倒ですが、ユンボが滑り落ちる可能性があるため、閉めます。ユンボを下ろす方は、泥がついて滑っても、いつもと変わりません。今は静置しています。カメラを頭につけて撮影してみましたが、これは失敗映像でした。
ユンボを再び移動しますが、やっぱり滑るのでスコップで泥をどかします。動画の冒頭のダンプがはまるシーンですが、今回動画が盛りだくさんで時間切れになりました。誠に勝手ながら次回にさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。